さてさてやってまいりましたのは結構な雪の降る札幌駅、お時間が1時前でございます。さあ札幌駅2030年に新幹線が来る予定となっておりますのでね、今絶賛あちこち工事中でございます。2月中旬ということで雪まつりが終わってちょっとはお客さん減ったかなという感じですけど、でもね非常に賑わっております札幌駅でね。最近いろんなこの設備がですね札幌駅にお目見えしておりまして、改札を出てすぐのところにねこのニューエラの自動販売機ありましたね。キャップとか耳当て売ってましたね。手袋も売ってます。だから改札出てサブって思ったらここで手袋買えますで今回乗っていきますのがね北斗14号13時26分発ですね。早速改札の中に入りましてね、まだお昼食べてなかったんでお弁当、この駅弁もね自動販売機ができてましたね。ただねちょっとね売り切れ気味だったんで、この向かい側のね弁済亭さんでお弁当を買いまして、さあホームに向かってまいりましょう。先ほどねご紹介した通り今から乗りますのが特急北斗14号13時26分発の函館行きですね。で洞爺に向かうんですけれども、洞爺はねちょうど函館と札幌の真ん中というかちょっと函館よりの真ん中あたりになります。で列車に乗り込んで席に座ってまずやることは何かというと、そうです、お昼ご飯です、はい。で私が買ったのはこの3種の神器弁当っていうね、素晴らしい名前、3種の神器ですよ。で妻が買ったのはこの北海海鮮4色飯というやつですね。僕も本当は海鮮の方が良かったんですけどね、ついつい名前につられました。ちなみにこれが4色海鮮飯でございますね。ウニ、カニ、鮭、ホタテ、この4つのマスにそれぞれ入っておりますよ。これ絶対美味しいやつですね。でちなみに私の3種の神器はこちらです。お弁当のパッケージによりますと3種の神器というのは卵、鮭、かまぼこらしいです。知りませんでした、ね、でもねこの真ん中の鮭分厚いんですよ。めちゃめちゃ食べ応えあってね、塩加減もちょうどいい、3種の神器ですよ。卵焼きもねでっかくてずっしり最高です。3種の神器にしてよかったですよ。ペロリでまだ出発していない出発前に食べ終わってしまうというのがね、我が家のルールでございます。知らんけど。ということで帝国ですね、13時26分特急北斗札幌駅を出発です。途中ねこの普通列車に抜かれるっていうね感じもあるんですけども、でこれまでねこれ2月のね中旬なんですけれども、2月の頭ぐらいまで全然雪なかったんですけどね、帳尻を合わせるかのようにどさどさ降り始めましたね。で、1時間ほど経って今これ苫小牧のあたりです。苫小牧のあたりって雪が少ないんですよ。で遠くの方にねチラッチラッとたまにねサンフラワーのファンネルが見えてるの分かりますかね。分かんなかったですね見えておりました。で苫小牧を出ますと過ぎますと左側にねずーっと海が見える景色が続きます。さあ白老あたりでまたね雪がザーじゃないな、ドサでもないな、ポンポコポンポコ降り始めました。で白老を越えて登別、そして東室蘭工場地帯が見えてますね。室蘭です。で室蘭を過ぎると海がね急に近くなります。海沿いをね線路がずーっと走るようになるんですけれども、この景色がね素晴らしかったですね。本日のダイジェストではないですけれども、海だねなんて思いながらね外をぼーっと見ておりましたら到着いたしました洞爺駅でございます。15時20分ということで、1時間54分の道のりとなりましたね。だからやっぱり函館とのちょうど中間ぐらいになるんでしょうね。ちなみにこのまま北斗に乗って函館に行くと17時13分に函館に着くんで、3時間47分、4時間弱かかるんですよ。函館って遠いんですよ。新幹線ができたらねどんだけ、早くなるのかなって楽しみですけどね。そんなことはさておき洞爺駅に着きましてね、ここからお宿にも向かってしまいたいと思います。実は洞爺駅列車で来たの初めてなんですよね。この目の前の道をねバイクでビューッと通ったことは何回かあるんですけども、列車で来たのは初めてだったのでさあタクシーいるのかなと思ったんですけれども、もう駅の前にねタクシーが何台も止まってましたね。よかったよかったということでここから、ね、タクシーで20分ぐらいですかね、本日のお宿に向かいたいと思います。海のねすぐ近くにある洞爺駅から内陸の方にちょろっと走ったところにあります本日のお宿、こちらボーローレイク洞爺さんでございます。なんと去年2024年の12月にオープンしたばかりのお宿ということでね、新しいもの好きの僕としては若干テンションが上がっております。
でこれ車寄せタクシー降りて入り口はどこやろかいねという感じなんですよ。まあこれあれですよ、一回係の方にお出迎えいただいて中に入った後もう一回出てきてるんでね、僕は知ってるんですけれども、これ一瞬見ただけだったら看板も入り口はこちらも書いてないんでね、どこやろかいなと思うんですけど、ここです。ここが入り口なんですね。でこの自動ドアが開くとですね、両サイド照明が埋め込まれた一直線の廊下がねずーっと続いてまして、先に光が見えます。この光の正体はそうです、洞爺湖でございます、もう北海道を代表するカルデラ湖、冬でも凍らない、そんな洞爺湖が見えておりますね。でこの洞爺湖まで行くちょっと手前ですね、ここがフロントへの入り口となっております。さあもうチェックインは終わっておりますけども、フロントの中に入ってまいりましょう。いや美しく洞爺湖が見えております。大きな大きな窓ですね。そしてのんびりくつろげるフロント前のロビーでございます。で今回はお部屋でねチェックインの手続きをしていただきました。でチェックアウトのね機械なんかも置いてありましたね。朝早くても大丈夫です。で地下に降りていきますとラウンジがあるようです。また後でねのんびりちょっとラウンジに行ってみたいと思いますね。でエレベーターがありまして、その奥ですね、奥にショップがあるんですけれども、この北海道洞爺地方、洞爺地方を中心とする北海道の工芸家さんたちの作品がねずらりと並んでるんです。だからその辺のというかお土産物屋さんでは手に入らないような一品揃いでございましたね。だからね本物志向の方といいますか一品好きの方、これは一見の価値ありです。さあもう早速お部屋の中に入ってまいりましてね、ルームツアー参りましょう。今回のお部屋はラグジュアリースイートというタイプのねお部屋になっております。非常に落ち着く雰囲気の開放的なお部屋になっておりますね。さあどんどんご紹介してまいりましょう。まずご紹介いたしますのが、お菓子かよと他にあるでしょうにということなんですけれども、目についたところからご紹介していくとこうなるというね、ウェルカムスイーツとウェルカムノンアルコールスパークリングですね。スパークリングワインというのはあれなのかな、でもブドウで作られてるんでスパークリングワインのノンアルコールとご紹介しておきましょう。まず一番最初にお菓子のご紹介でございました。お菓子の向かいというかソファーの座り心地が素晴らしかったというのをご紹介すべきでしたね。でテレビがありまして、そしてリビングスペースとベッドスペースの間、その区切りにはですね一枚板のカウンター、低めのカウンターなんでお部屋が広く見えますね。でこちらの扉を開けますと、そこには冷蔵庫冷凍庫がございます。もうなんか食べ物と飲み物から行くっていうのはなかなか珍しいですけどね。トマトジュース、お水、あとね、スパークリングワインは有料となってますが、他のビールとかねあたりは全て無料。こちらの冷凍庫に入っておりますジェラートも無料となっております。リンゴ、ブドウ、ミルクと妻と2人でねこの3個あるのをどう配分するかと、これがね家族会議の議題でございます本当はね窓から見えるね景色が素晴らしいとか、そっから行くのがセオリーなんでしょうけれども、こんな感じでね食べ物飲み物からご紹介していっております。で冷蔵庫のお隣、この細長いのワインセラーになっておりましてね、ワインが5本入っておりますね。あんまりねワインなんでガチャガチャこう引き出すのはよろしくないんですけれども、何が入っておるのかねと、僕の好きなジュブレシャンベルタンが入っとるやないですかと思ったんですけど、これ飲んでる間もなかったですね。後でちょっとね詳しくお話しましょう。で赤ワインや白ワインがどっさり入っております。先ほどのねブルゴーニュもそうですし、あとは道産ワインが多かったですね。この鶴沼のワインが、上もね白ワインが鶴沼でしたけれども、であと野口観光ワインと、これはなかなかレアですよ、野口ワイン、というワインが5本入っておりました。その隣引き出しがたくさんありますんでね、いつもの空き巣コーナー行きましょう。まずこちらにはグラス、ワインオープナー、そしてコースターにスプーンにフォークが入っておりますね。でその下行きますと、まずティッシュが現れましたけども、お茶ですね。右側が玉露、煎茶、ほうじ茶で、左側が紅茶で、その上がオリジナルプレミアムコーヒーって書いてありますが、これ豆が入ってますね。そのまま豆が入ってるということは、この下にはあれがあるはずだと正解ですね。ミルとかドリッパーとかフィルターとかね、コーヒーを楽しんでくださいねセットが入っております。さあ私は使うことがあるんでしょうか。
左の一番上行きますと急須、それからちょっとしたお皿、あとお湯飲みなんかがありますね。でその下にはカップですね。でティースプーンとかミルクとかお砂糖が入っております。で一番下、やっときました、おつまみ入れはい、ここがおつまみ入れでございます。そんな素敵な引き出したちでしたね。でワイングラスなんかはこの上にねグラスホルダーがあって綺麗に陳列されておりました。いやーおしゃれですね。でワイングラスの隣は缶詰入れでございます。もうそのうち怒られるわこれね。で広々したデスク、こちらも一枚板ですね。なんかいいのを使ってるなという感じでございますけれども、で振り返りますとそこにはベッドゾーンがございます。ベッドの枕元にはもちろんね電源類とかライトのスイッチなんかが配置されております。でベッドの足元ですよ、これを一番先に紹介せんかいなという感じなんですけれども、お部屋からの眺望はね素晴らしい。そしてテラスがついてるんです。でこのテラスも外とねこう扉で仕切られてまして、で、テラス自体にも暖房がついてるんですよ。だからね冬場でも全然寒くない、このお部屋のテラスから冬でも凍らないこの洞爺湖の景色を一望できるというのがこのお部屋の素晴らしいところです。目の前にはね洞爺湖の真ん中にポツンとある中島と呼ばれる島も綺麗に見えておりますね。だからベッドで寝てて朝パッと起きて起き上がったらこの景色ですから。でこのテラスに出てきてコーヒーなんかを飲みながらね景色を見ると、これはもうね心豊かになりますよ、僕のすさんだ心も。というのがこのお部屋の本当は一番最初にお伝えしなきゃいけない一番素晴らしいポイントでございます。でお次、僕が2番目に皆さんにお伝えしなきゃいけないポイント、僕がね素晴らしいと思ったポイントに向かっていきましょう。その前に、この扉開けますよ。皆さんいいですか、準備は。この扉を開けるとその奥には何があるか、そうです、はい、ナイストイレでございます。こんにちは方式のナイストイレでございますはいいるこれいいや、素晴らしいピカピカのねトイレでございました。で一番奥ですね、お部屋の一番奥に入ってまいりましたら、何やら私にはこの時の私には水の音がチャパ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 ッと聞こえてきました。で洗面台見ましょう。日本が誇るリュミエリーナのレプロナイザー、私にはもう無用の高級ヘアドライヤーでございました。で広々した洗面台がありますね。2面ありますんで、喧嘩の心配なしと。引き出しを開けますとティッシュ、コップ、そしてアメニティなんかはね当然全部揃ってます。歯ブラシからコットンセットからヘアブラシから、お風呂のゴシゴシまで。でその下にはガウンですね。シルクのような肌触りなんだけれどもふかふかな素敵なバスローブが入っておりました。これを着てねブランデーとか飲みたいですね。でその下に見えてるのがバスタオルですね。引き出し開けていきましょう。ここにも私にも無用の高級品ワンダムのヘアアイロンが入っておりましたね。ヘアアイロン、生まれてこの方1回も使ったことないんですけども、こっそり使ったろかなと思ったんですけど使うところがないってねやめときましょう。でタオル、その下には体重計なんかも見えておりましたね。でこちらには先ほどちょっと違ったねアメニティ入ってますね。 BA って書いてあるポーラのねスキンケアセットが入っておりました。で今手に持ってるのが電熱で曇らないようにできるミラーですね。電源がついているミラーも初めて見ましたね。というアメニティセット、キット、そして洗面台の様子、そしてその奥ですよ。これをご紹介したかったんですよ。なんと源泉かけ流しの温泉でございます。で奥にね窓が見えておりますけど、窓を開けるとその先には洞爺湖が見えると。この温泉に何度でもいつでも入り放題ですよ。これがこのお部屋の二大巨頭、ビューと温泉ということでございます。で今見えてたのはね脱衣所を温めるヒーターですね。という素晴らしいお部屋で、ちょっとモザイクの方が映っておりますけどね、妻でございます。2人でのんびりと過ごさせていただきたいと思います。いやしかし改めて見ると素晴らしい景色ですよ。さあひとしきりお部屋隅々まで見ましたんでね、あとはちょっと館内の様子をプラリとね見に行きたいと思います。お部屋を出て廊下、
ね、この窓のシェードが和紙なんですよね。和紙を通して柔らかい光が廊下に差し込むと、館内の静寂も相まって素晴らしい雰囲気ですね。で、今回のお部屋は9階なんですけれども、9階がね、客室の一番上のフロアになっておりまして、でその9階からルーフトップテラスに出られるとを書いてありましたんでね、まあなんとかと円一は高いとこが好きって言ってね行ってみましょう。で、外は寒いんでね、うっかり上着を忘れて館内着で着てしまった人用にこういうね、ごっつい防寒ジャンバーの貸し出しハンガーなんかもありましたね。さあ、階段を上ってやってまいりましたルーフトップテラスでございます。まあ冬はね、さすがにちょっと寒いですけども、でもね、寒いということは遮るものがないということですから、ビューが素晴らしいわけですよ。で、この真ん中に置いてあるね、大きな丸いソファー、ここでもうカップルがですよ、知らんけどワイングラスなんかを傾けながらね、ここに座って目の前に広がる景色はじゃじゃーん洞爺湖みたいなね。で、まあ冬はね寒いですけども、夏ね、春から秋にかけて洞爺湖ってね、ロングラン花火大会っていうのやってましてね、毎日花火が上がるんですよ。あのソファーから見たら最高でしょうね。そんなルーフトップテラスから今度は一気に地下1階まで降りてしまいたいと思います。先ほどチェックインの時にもねお知らせいたしましたけれども、地下1階にはゲストラウンジがございます。さあ、エレベーターで地下1階に降りてまいりまして、まず目の前に広がったのがアート作品ですね。まあ水がねあって、そこにアート作品がある。まあこの水も全部含めてアートかな。アートに疎い私あれですけれども、でこのラウンジにはまあいろんなね食べ物や飲み物をご用意してくださってるんですが、まずこちらね、この陶器のグラスがあって、でエスプレッソマシーンですね。コーヒーマシーンじゃなくてエスプレッソマシーンで、そのお隣にはいろいろなお茶のティーバッグがありますね。何があるのかなって見てみたらね、トウモロコシ茶とかノンカフェインスイートドリームスなんでしょうシステムでなんでしょう宇治やぶきた、これはお茶ですね。白桃煎茶、これも分かりますね。でこっちがアップルティーとアールグレーダージリンと、いろんなお茶が楽しめますよと。隣のねエスプレッソマシンでお湯を入れてくださいねと。でこちらにはちょっとつまむねスイーツがずらりと美しく陳列されております。でこれが何かなっていうのはね分かるようにこうやってね、何も知らん僕のためにも書いてくださってるんでね、あれがビスコッティっていうやつかいなとね、なんかどっかで食べたことあるんでしょうけど名前を覚えてないっちゅうね、ビスコッティかいななんてことで見ておりましたで隣のケースにはですね、パティシエさんが作ってくださったスイーツがずらっと並んでおります。一番右ピスタチオマカロン、そしてカヌレがあって、タルトシトロン、柑橘のムース、とちおとめとマスカットジュレ、生ハムメロンがあって、いちごとキウイがあって、ピクルスとサラミでモッツァレラとトマト、バジルソース、すげえですね。で下にはね世界のビール、日本のビールが前にあって、後ろにはねビンタンビールとかね、ギネスとかバーバーバーとかコロナとかありましたね。で北海道牛乳とかリンゴジュース、オレンジジュースまでございます。これはね何をどういただこうか迷いますよね。でこれだけじゃないんです、まだあります。こちらにはドライフルーツとナッツコーナーですね。いやドライフルーツもなんかめっちゃもん使ってるなっていうね感じがしますよね。ここにもお品書きがございますんでね、なるほどねと、あれはエビ衣ピンクというのねなんていうね勉強になります。でもっとがっちりねお酒飲みたいんだという人も安心です。スピリッツコーナーもありますね。梅酒はスピリッツじゃないですけども、ジンウォッカなんかもしっかりと置いてありますね。でお好みのグラスでどうぞと、マドラーもあってちゃんとねアイスボールもあって、でさらにはソーダトニックなんかもきっちり置いてございます。もう至れり尽くせり系のラウンジでございますね。でほーとかすげーとかつってね見ておりましたら、係の方がですね、コーヒーお入れしましょうかと、エスプレッソマシンで入れるだけじゃなくて、係の方がですねいっぱいいっぱいコーヒーを入れてくださるんです。すんませんお願いいたしやすということでコーヒーをお願いいたしまして、さあ席にねついて待つことにいたしましょう。ほんとねゆったりした空間で、それぞれね趣向を凝らしたこの椅子とテーブルで、ちらっと見えましたけど窓の外美しい景色です。さあコーヒーが運ばれてきまして、この砂時計の砂が落ちたら
ギュッとプレスしてねというフレンチプレスのねコーヒーがやってまいりました。いやフレンチプレスでコーヒー飲むのなんて久々ですね。本当にゆとりの時間です。でひとしきり持ってきたおやつをつまみながらですよ、窓の外に見えるこの雄大な景色、日が傾いてきてね、ちょっとオレンジ色になってきた中島、そして遊覧船が悠々と走っております。湖面ね、これを眺めながらコーヒーをちびりちびりといただく、もうチェックイン直後に完全に骨抜きになる、そんな時間を過ごすことができました。さあお部屋に戻って、僕はですね頭の中でね、コーヒー美味しいな、景色素晴らしいななんて思いながら、でも頭の片隅では早お風呂入りたいと思っておりましたんで、コーヒーを飲んだらお部屋に戻ってまいりまして、行くぞ温泉と思ったんですが、ちょっと待てよと、一番最初にこの気になっていたね、おやつを妻といただき、糖分補給をさらにしたところで、さあいよいよお部屋の温泉にドボンタイムです。源泉かけ流しずっとお湯がね出続けている、ちょっとだけ厚めの温泉です。最高です。でこのままでも最高なんですけれども、やっぱりこう窓開けたいじゃないですか。窓を開けると外からこの湯気の向きでも分かりますね、冷たい空気がピューッとこう入ってくる。これを最高と言わずして何と言うんですかというね、ファーストお風呂タイムでございました。でお風呂上がりは氷でねきっちり冷やしてくださっていたノンアルコールスパークリングワインで乾杯と。もう原料はねブドウなんですけども、ブドウジュースのような感じではないんですよね。なんかリンゴのような桃のような複雑なね甘さがあって美味しかったですね。さあしばしのんびりして汗も引いたところで、ちょうど夕食のお時間になりましたんでね、2階にあります食事処に向かいましょう。なんと個室でございます。で個室の食事スペースってよくあるんですけど、今見ていただいたようにねソファーがついてるんですよ。だから酔っ払ったらソファーでグデッとできるのかなという感じでございます。いやそんな目的じゃないんでしょうけどね。さあいよいよお食事が始まります。まず最初に出てまいりましたのが石の卵ですいやそしてこちらがですね古城浜産のたらこムースとラングドシャで、このカニですね、タラバガニ、蜜柑とオレンジのソース、そして空知産の合鴨焼きとなっております。で、石の卵ですでこの石の卵に何入ってるかと言いますと、お隣町伊達のねきのこの茶碗蒸しとフォアグラが乗ってんです。そしてトリュフ香る地元ごぼうのすり流し、なんやわよう分かりません、すごいものが出てきましたね。でドリンクはですねワインペアリングコースをお願いしました。本日のお料理に合わせる5杯のペアリングコース。まず最初はドラピエカルトドールブリュット。名前を聞いても私はピンと全くきませんからね、飲むのみ、あとはねメニュー表を眺めながらほうほうと思いながらね飲み進めましょう。まずはですねこのたらこのムースがサンドされたラングドシャ、このラングドシャのほのかな甘みと、そしてこのたらこの塩味といいますかね、塩味、シャンパンに合うやないですかと優雅に始まっております。カニもねずっしりと、そして柑橘類のねソースがかかっておりますんで、あっさりしているけれども噛み進めるとカニの旨味がじわっと出てきますよと、そんなスタートになっております。このねフォアグラのったね茶碗蒸し、石の卵の器ですらびっくりしたのに、この茶碗蒸し一口食べたらねワーオでした。はい、キノコとごぼうの香る茶碗蒸しにフォアグラが乗っててトリュフソースですよ。なんか早口言葉みたいですけどもう最高でしたね。でお次の白ワインですね、北海道余市の北島ビンヤードのナンバー7ケルナーという白ワインです。合わせますお料理が洞爺湖を模したねブルーキュラソーの柚子の香るビネグレットソースの上に幻の酒大助、この大助のたたきと黒胡椒香る前浜の天然ぶり、そして噴火湾といえばホタテです。噴火湾のホタテで、今フォークでツンツンしてるのがですね北海道産じゃがいものパスタです。で横にちょろっと落ちちゃいましたけども、上に乗っているソースが貝類のエスプーマとなっております。このブルーのソースの料理ってなかなか見ないというか珍しいですよね。だから最初なんだこれすごい見た目がすごいなと思ったんですけど、
お味も抜群でした。柚子の香るね爽やかなソースなんですよ。洞爺湖だねという感じで、もちろんペアリングプロが選ぶね、ソムリエさんが選ぶワインですから合わないわけがないんですよ。なんぼでもいけるでとってやって、後でちょっとひどい目に遭うんですけど妻の分までね、奪って飲んでましてね、結構酔っ払うことになっちゃいました。そしてこのじゃがいものパスタ、じゃがいもを練ってプニプニのパスタにしてるんだと思ったら違うんですよ。多分ねこれじゃがいもね細く切ってあるだけのようなザクザクザクっていう歯触りが残っているパスタだったんですよ。これも美味しかったですね。でお次のお飲み物に合わせておチョコをどうぞと。ワインのペアリングと思ってたら日本酒が来るのねと。そうね、日本酒もライスワインだもんねということにね気づきました。私はこの金ピカのおチョコをいただきましてね、出てきたお酒が北海道札幌の千歳鶴ですね。千歳鶴さんの純米大吟醸吉祥という、これも珍しいお酒ですよが出てまいりました。そして日本酒といえばお刺身お作りでございます。北海の冬の恵み八角、そして本日のマグロ、そして苫小牧のホッキ貝で、こちらの中にはイクラの塩麹漬けが入っておりますね。で真ん中のお刺身醤油はウニ醤油となっております。でお醤油の右側にちょろっと見えるのが当屋の甘塩でございます。そしてわさびが登別の藤崎わさび園の生わさび。もうね一品一品調味料に至るまでシェフのこだわりのこだわりのこだわり、これがね垣間見えてね、なんかこう頭で味わうというようなね感じ。もちろんね舌で味わうお料理美味しいですよ。でもここのあれです、あそこで作られたこれです聞くと余計ね味わいが増しますよね。お酒も進むってもんですよ。まだお刺身一切れも食べてないですけどもさあいただきましょう。まず八角が食べられるってなかなかね本州では珍しいじゃないですか。北海道ならではの冬の恵み八角、適度に脂が乗っててね、このウニ醤油とも合うんですよ。でお箸を置いてすぐお直に手がいく、もうキュッ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 いっちゃいますね。素晴らしい。さあ次のお料理に進んでまいります。まずはスモークされた燻製されたバター、そしてお酒が北海道浦臼の白ワインですね。鶴沼ハーベストピノブランが出てまいりました。完全にこの香りを閉じ込めるワイングラス、鼻を近づけると素晴らしい蜂蜜のようなね香りがするんですよ。という白ワインに当然お魚でございます。北海道羅臼のメヌケというお魚です。高級深海魚なんですけども、このメヌケのエトゥベというのは蒸し焼きですね。こちらのお魚をバルサミコエキスと、カブですね、下の白いのはこちらのソースでいただいてまいります。上に乗っているのは和ハーブでございます。そしてパン、このパンに先ほどのね燻製されたバターをつけていただくと、随所にこだわりの詰まった素晴らしい料理をどんどんいただいてまいりましょう。そして爽やかなジュレと果物のシャーベットでお口直しをして、アメリカカリフォルニアからやってまいりましたデコイカベルネソーヴィニオンでございます。ここに来て赤ワインということはいよいよお肉が出てまいりますね。その前にこの銀食器、スタッフの方がね手袋をされてたんですよ。でこれね実は素手で触るとすぐ黒ずんでしまう純度の高い銀食器でございましてねと。そんなん言われたらこっちも使うん気使うやないんですかと、そんな冗談を言いながらですね運ばれてまいりましたのがこちらのお皿です。これは鹿肉なんですね。エゾシカのオーブン焼きでございます。そして向こうのねエゾシカの上に乗っているのが当屋の海水から作った海塩のシェフオリジナルの塩、そして奥の方に見えてるソース、あれがですね月浦の赤ワインとポートワインで作ったソースで、白いのが山わさびのラベソースですね。こんな感じのもうこだわりがギュッと詰まったお肉の一皿、そしてこちらがですね季節の地元野菜がずらりと並んでおります。いやーもう食べ応えのある一皿が最後来ました。素晴らしかったです。で最後デザートですね。デザートはフランスのデザートタルトタタン、僕初めて聞きましたけどね。お隣の宗別という町がね果物の町として有名なんです。そこの浜田園さんっていうところのリンゴを使った
キャラメリゼ。これリンゴなんです。リンゴを薄くね、カットしてそれを巻いてキャラメリゼしてあるという。で奥にポトンと落ちてしまいましたけども、お隣伊達のね、伊達牛乳を使ったアイスクリームでございます。最後の最後まで素晴らしいお料理でした。ただ私はお酒を飲みすぎましてね、妻の分まで強奪してお酒を飲んでしまいましたんで、完全に酔っ払ってしまいましてねだからね、もうお部屋に戻ってもう一回夜お風呂入ろうと思ったんですが、それも叶わずバタン9でございます。おはようございます。いや、昨日はもう10時過ぎに寝ちゃったんでね、朝早く目覚めましてね、7時ぐらいです。することないんでね、妻を起こすのもあれなんで、一人でね、プラッとまたラウンジに降りてきまして、で、ラウンジからね、ちょっと外に出てみようと。ラウンジのすぐ目の前、ホテルのすぐ目の前がね、もう洞爺湖ですから、プラッとお散歩しようじゃないかということで、早朝お散歩でございます。昨日の夜もちょっと降って積もってますね。今見えてるのがラウンジのすぐ目の前にある焚き火ゾーンでございます。風のね、ない日、天気のいい日なんかはあそこで焚き火をしているみたいですね。で、すぐ敷地から出てきて目の前に洞爺湖が広がっております。昨日も言いましたけども、凍らない湖洞爺湖。羊蹄山からの風とね、海からの風が結構あるので凍らないというね、一年中湖の美しい水面を見られる洞爺湖を望む、こちらがボーロー洞爺レイクでございます。散歩しようと意気込んで出てきたんですけどね、もうものの10分で寒いなということで、お部屋に戻って昨日の夜入れなかったお風呂にもう一回入りたいと思います。いや、また窓を開けて冷たい風を顔面に浴びながら入るちょっと厚めのお湯、最高の一日の始まりですよ。でちょっと窓を開けた直後なんで、外側のガラスが曇っちゃってますけれども、次第にね曇りが取れてきて、目の前にはですねこの中島、そして洞爺湖の美しい景色がずっと広がっているというね、そんな素晴らしいお風呂。ちょうどねガラスが曇ってるんで、こうやって立ち上がって撮影することができております。はい、失礼しました。でお風呂から上がってですね、ちょっとしばらくゴロゴロしておりまして、朝の9時になりました。ピンポーンとね、朝食を届けに来てくださったんですね。そうです、今回のプランは朝食をこちらのお部屋のテラスでいただくというね、そんなプランになっております。これはもうマジで最高でしたね。和洋のメニューがずらっと並んでるんですけど、ご紹介していきましょうか。こちら左の丸いお皿には銀だら焼きと季節のゆで野菜、これを丸いお皿に入っている北海道味噌にディップして食べてくださいねと。で右側の4つのお皿、左上がですね、長芋のわさび漬けでございます。わさびは昨日の夕食にも出てまいりました。お作りの時に出てきましたね。登別藤崎わさび園さんのわさびです。そして右上、こちらがですね洞爺の和牛で、上に乗ってるのがガーリックセザミソースでございます。左下が梅干し、これは奥熊野の天然蜂蜜梅干し無添加でございまして、右下がタラバガニと山椒わさび昆布となっております。お皿の下には何やら小豆がぎっしり敷き詰められておりますけれども、これは食べることができません。ではその下に参りましょう。こちらがですね洋のおかずとなっております。真ん中に見えておりますとろけるチーズ包みの軽いオムレツにはトリュフ風味のソースがついております。で卵もねめちゃめちゃシェフのこだわりがあるみたいで、卵を産む鶏の中でも 4% ぐらいしかいないと言われる純国産の鶏から生まれた卵、そしてその鶏にはなんとサロマ湖のホタテ貝の粉砕飼料やよもぎ餌にもこだわっているという、その鶏さんから生まれた卵を使ったオムレツでございます。そして北海道ポークとパセリのシェフレシピ粗挽きボーローソーセージが添えられております。そして右上のね小鉢小さいお皿にはお隣伊達市のしめじのコンフィですねという洋食のお皿になっております。あとはですねリーフレタスとハーブのサラダであったりとか、あとこの右上のね伊達牛乳の右上にあるリンゴジュース、これ北海道二木産のね朝日というねリンゴを使ってるジュースなんですけど、この朝日っていうのは英語名マッキントッシュ。そうなんです。マックのリンゴマークじゃないですか。
マックイコールリンゴの由来となったのが、なんと北海道二木町産のアサヒというリンゴなんです。すげえですね。感動のリンゴジュースですね。あとはフルーツの盛り合わせであったりとか、ちょっとここからスピードアップしますけれども、マカロンがあったりとかですね、美味しいパンがあったり、北海道のヨーグルトがあったり、伊達の納豆があったりと、そしてご飯もすごかったですね。東野の宝田米というね、開拓時代から続く地元東野の宝田地区で作られている極上米を北海道の天然水で炊き上げた、もうこれぞ最高の米というツヤッツヤのお米でございます。これらのこだわりが詰まった朝食をこの洞爺湖ビュー、これを楽しみながらいただくというね、もうこれは一生もんの思い出になりましたね。そんな素晴らしい朝食を1時間ほどかけてね、この景色を眺めながらペロリでございます。最高でした。でその後またしばらくね、ベッドでゴロゴロしてですね、11時になりましたんで、そろそろチェックアウトです。名残惜しいですけどね、チェックアウトしてまいりましょう。またですね、タクシーに乗って洞爺駅に向かい、そこから特急に乗って札幌に向かってまいります。いや本当にね、素晴らしい体験ができました。もちろんこの立地ね、お部屋からのビュー、お風呂からのビュー、そして源泉かけ流しのお部屋のお風呂、これも最高。そして昨日の夜、今日の朝の食事、これがね本当にね、夕食の時も言いましたけど、脳で味わうっていうね、舌だけじゃなくて、この食材はあそこの農家さんがこういうこだわりを持ってこういう風に作っておりましてなんていうのをね、シェフとかスタッフの皆さんから教わりながらいただいていくと。で調味料の一つに至るまでとことんもうねこだわってらっしゃるんですよ。これをね体験できたっていうのは非常に思い出深いですしね、僕自身もなんか一回り大人になったんじゃないかなとそう思わせるようなね、素晴らしい体験ができました。ということで洞爺駅に戻ってまいりました。朝はめちゃめちゃ天気が良かったんですけどね、洞爺駅に着いた瞬間結構ね雪が降り出しました。でもね、もう北海道札幌に帰るだけなんでね、何の気兼ねもございません。また特急北斗に乗りまして札幌に向かってまいりますというところで、今回の動画はね以上となります。またねこんな感じの素晴らしいお宿のご紹介なんていうのもどんどんできればななんて思っております。ご興味おありの方はぜひねチャンネル登録をして、次回以降の動画楽しみにお待ちいただけましたらと思います。あとはね船とか飛行機とか海外とかブラブラいろんな旅の模様、ロマンをね、多くの方にお伝えできればなと思っておりますんでね、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ということでまたね次回の動画でお会いいたしましょう。ではではさよなら。